これうまく開けるとこのまま出てくるじゃないですか。こうやって入ってるんですよ。そうするとなんかちょっと圧迫感ないですか。全然違いますね。はい。これごめんなさい、高月先生から今の近づき方をされると、はい、嫌な感じがしたんですね。急に大きくなった。こんにちは、空手家工芸です。今回はですね、このシステマ東京の、原宿 HQ をちょっとお借りして、撮影させていただいてるんですけれども、今日のゲストはですね、どう説明すればいいのかがちょっとですね、パッと出てこないんですけど、今日はやばいな、呼び込みの言葉がどうしようか不安でしかない。不安でしかない。もう原稿忘れたって先に宣言してたら呼び込みですね。しゃ、もう撮ってますよね。赤ランプついてれば撮れてますよね。はい、ございます。はい。多分そこ赤い丸とかついてます。画面についてます、赤丸。しゃ、いきます。得意の原稿を忘れてしまいまして僕のチャンネル史上初の原稿なしのコラボということで、呼び込みに困っておるんですが、ちょっともしかしたらここカットして使ってないかもしれないですけどもうさらっと、500年の歴史を持つケーブルの網宮先生に来てもらってます。よろしくお願いします。説明が雑然と。いやいや、どうもです。ちなみに、あれです、ケーブルは500円の歴史じゃないんですよ。そうです。そうか。そうです。雨宮家の大仏として失礼いたしました。いや、そんなことないです。先生の代で作られたのがケーブルです。そうです。よろしくお願いします。本当説明がとても。はい。こういう失敗がありつつなんですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとですね、今日雨宮先生とのコラボなんですけども、ちょっと嬉しいゲストがありまして、ちょっとぜひお二人がコラボするならちょっと見に行きたいって言っておくから伝えまして、マジシャンのキラさんです。よろしくお願いします。すいません。よろしくお願いします。ちょっと近所歩いてたらなんかコラボされるということでちょっと来てしまいました。はい。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どういう登場、これどういう絡みになるかちょっとあれなんですけど、だから今回前回僕が網宮先生とコラボさせていただいた時に、正直コラボ時間以外もめちゃくちゃ話し込んでて、前回あれですよね、5時間ぐらいの時間がある中でコラボ撮影したの2時間なんか朝っきぐらいの感じで3時間ぐらいずーっとあの前こうだないってこれは見せられないしっていう技術のこればっかりしてたんであれなんですけど、その時に相当僕聞かせていただいたんで、なんでちょっとその時にはちょっとあんまり触れてなかったネタでいきたいなと思って、今日ですねちょっと出せないものも結構やっぱあるとは思うんですけど、ケーブルのその運足とか、僕ら格闘家もそうですけどやっぱ周りの、攻防っていうのはすごい大切になって、この技当たる当たらないも周りで決まってくるんで、そういうのも大切になるんですけども、ちょっとやっぱ出せる出せない、僕でさえやっぱ出したくない技術だったりはするので、ちょっともしかしたらモザイクかかったりとかそういうピーとかになっちゃう可能性もあるんですけど、ちょっとそのケーブルの運足に関して、出せる範囲で、今日はお聞きしたいなと思います。わかりました。よろしくお願いします。いやじゃあ早速、じゃあやりますか。ぜひぜひ見せてもらえるものがあるんですね。あります。それはあんまり本出したくなかったです。そんなものがあるんですね。あります。じゃあちょっとうちの秋富さんをですね呼んでもよろしいですか。じゃあちょっと秋富さん、うちでは流水っていう名前をつけてるんですけども、本当に水が流れるように進むっていうようなそのイメージでやっていくんですけど、まずですね、うちは4大原則を使いながら移動していくんですが、なんですけども、ここではその話をすると長くなってしまうので、歩き方なんですね。でまず踏ん張らない、蹴らない、ためないっていうこの3つは守ると。でメリットとしては踏ん張らないので、またためて蹴らないので怒りがちょっと少なくなるんですね。で
どうやって前に足を出すかっていうと、通常は、まあ、例えば右足から出すんであれば重心が左に移動して正中線の相手からずれて、で足がフリーになるので前に出して、この時にためがあるわけですね。で自分の重心というか体が前に移動してきますよね。で後ろ足で蹴って次、この連続で歩いていくわけですよね。でそれをしないと。でどうするかっていうと、単純に倒れ込んでで一歩で、この時の倒れ込むとつま先にこうなんですかね、踏ん張りが出ますよね。それを踏ん張らないっていうのがポイントなんですよ。で大体ちょっとそんな感じなんですけども、この歩く時に、踏ん張りが出るとこうなるわけですよね、でそれを背筋にまっすぐ前に出るんですけど、この、大体頭が重たいんでどっちかっていうとこうなっちゃうんですよ、そうするとまた突っ張りというか突っかかりが出るわけですね。でどうするかっていうと、このみぞおちのあたりをこう引っ張られて前に降りていく。さあ、ユースやってみます？意外に難しそうでまず普通に立ってもらって、でまずは踏ん張ってもいいんで、一本の自分の体が板だと思って、板をこう倒れ込むような感じで一本、そうです。でそれを、これが倒れ込むのがアクセルだと思ってください。倒れ込めば込むほどスピードが出る、起こせば起こすほどスピードが出ない、ちょっと白い、で、それを踏ん張らずにやるんですけど、これ理屈がちょっとありまして、棒があるじゃないですか。でこれ人間の体だと思ってください。倒れ込むことによって移動するんですけども、倒れ込んで移動するとこのままこうなっちゃう、じゃなくて理想このままいきたいんですよ。こうやってアクセルを踏むんですけど、要はその踏ん張らないのでちょっとでいいんですよ、でそのままこうやって移動したいんです。でちょっと大げさな表現しますね。このまま立ってる状態で移動します。もうぶれますよね。これをしないっていうことが大事なんですよ。つまり倒れ込みすぎると下半身と上半身がバラバラになってどっちかこう遅れたりするんですよね。または戻そうと思うと独立するんでこうなったりですよ。それをさせないとどうするか、もうぶれますよね。ですからこの状態で倒したらこのスピードに乗っていくんですよ。倒したらこのスピード、そうするとブレないですっていうことを体でやるはい、先生やってみましょう。踏ん張らないのが大事です。で倒すのはこの状態でまずはちょっとだけです。これにもう従えばいいです。確かにこれ以上いくともうすでにつま先踏ん張っちゃうんですよね。そうなんです。だから本当にその微妙な感じですると、で歩く速度はこの倒した分に合わせないと、さっきの棒みたいにこうなってしまうので、アクセルっていうのは多分お分かりになると思うんですけども、倒した分だけスピードを出さないと釣り合わない。そうです。ということは簡単なのはめちゃくちゃ浅くの方が足は出しやすいのかな。難しいな。そうなんですよ。これ意外に一歩が出ないのそうなんですで、そうすると普通に相手がいたとしてこうやって歩くと正中線もずれてきますね、で重心が移動したらそこになるじゃないですか。だからできるだけしないように入るんですよ。その時に倒して体をで歩く足なんですけども、この普通に歩くのとすり足あるじゃないですか。
の中間ぐらい、もう本当になんか草履をさっさっていうようなイメージ。こう止まった時に流水なので流れるようにぐっとこう重心がぐっと乗っかる前に反対出し、それをするにはこうさないといけないです。上半身って、はい、要は普通の歩くみたいにこうはならない感じですか？ならないです。はい、だから自分の股関節、まあ、その骨盤と上半身は裾の方向を見てこう歩く感じです。意外と難しくないですか？難しい。そうなんですよ。できてるのかどうかわかんない。で、これ、どうない？そこで、そこに。はい。もうちょっと。これうまく歩けると、このまま歩いてくるじゃないですか。これ叩かないですよ。押さないですし。これ、怒りがなく素直に前に前進してるので、純粋な、要は推進力が相手の体に伝わるんですよ。ですから、ちょっと叩いていい？はい。この状態で、この状態で進んでいくわけじゃないですか。まあ、こっちでもいいですから。だから、それを叩こうと思うんじゃなくて、手を前に出すつもりで進んでいけば、その分が、その推進力がこっちに変わるので、あんまりこう腕力を使って叩かなくてもいいので、ためが少なくなるんですよね。でこの状態で進んでいく。なので、もしかしたらカーテンも使えるかなと思いまして。なるほど。で、倒すときに多分ここら辺からこう倒れてるんですよ。じゃなくてみぞおちですね。みぞおちをこうスーッと誘導されて、はい、そう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 、引っ張られると分かりやすいかも。はいここら辺から見えないとです。でも歩きやすい。歩きやすいです。歩きやすい。そうそうそう。細かいことはまだまだたくさんあるんですけど、まずは、これができる。明らかに歩きやすくなったんですけど、正直まだちょっと足で蹴ってる感が残ってるんですよ。自分の体の中でと。ためないっていうのが大事なんですよね。踏ん張らないとかためない。蹴らない。これ多分視聴者に違いが分かんないと思うんですけど、なんか自分の中の感覚で、今こう今明らかに左足のかかと重心かかっちゃったなっていうのは多分歩くと分かるんですけど、素足で多分視聴者から見るとほぼほぼ分かんないっていうスーパー地味なあれかもしれないですけど、そうなんです。でもここ引っ張られてここからの重心移動で倒れてって言われた瞬間にこうやってたのが全然歩きやすいです。あ、本当ですか？全然違いました今。そう、うちはできるだけ正中線をこうぶらしたくないんですよ、はい、ぶらすんであればあえてぶらしていく、なので、相手がいたとしたら例えばこうした時点でこうぶれるじゃないですか、こちらに移動するじゃないですか。この移動で前に出てくるので、どんなにまっすぐ歩いたとしても要はその重心が乗っかるじゃないですか。で乗っからないと足がフリーになれないですし蹴れないので、そこにぶらさないっていうメリットがあるんですよ。例えば、横に向いてうちに波足っていうのがありまして、前に足を交差させるんですよ。よくあると思いますけど、でこれを上と下をねじらずにやるんですよ。骨盤から上は絶対ねじらない。そうすると正中線ぶれないんですよ。そうそう、この状態でまあ横でこうなんで、まあ、前だったらこうですよね、ですのでこの状態で移動していくと正中線はブレずに入っていきます。そうすると普通に歩くと、もうブレますよ、ブレますよ、はい、
でこれもこう引っ張られるんですよ。こう倒していってそのままこう入って。じゃあとりあえずこの方法が基本なんです。そうですそうですそうです。一瞬なんかどっかで引っかかるんですよね。最初歩き出しの方が難しいです。そうなんですよ。一番最初ね、勢いがつくとなんか抜けるんですけど、これもうちのその脱力がやっぱり大事で、やっぱりこう踏ん張るってことは固まるってことじゃないですか。いつきにつながるので、それをしないっていう。で挙動数がこれで減るので、今その踏ん張らないとか蹴らないとか、まあ、メリットの一つとしてだからこっち側に移動するときに例えば構えてこっち側に蹴ると重心がこっち側に寄ってから蹴るじゃないですか。それがなくなる。だからスピード的には遅く見えるかもしれないですけども、実際挙動数が少ないので少し速いっていうような感じなんですね。確かにどっかに力が入った瞬間に正直格闘技やってれば起こりで一瞬で気づきますもん。はいはい、そうなんですそうなんです。だから予測されたとしても多分こっちに来るなって時に先に線を捉えてこうやった人も、まあ、ある程度早く動けるので、まあ、その点はもしかしたらメリットがあるかもしれないです。面白いな。確かにこれあれですね、見た目の速さじゃなくて相手の脳からしたら速く見えるってやつですね。そうです、うちの道場の会員さんには言ってるんですけども、物理的なスピードとその感覚的な体感のスピードっていうのは全く違うので、その対峙した相手にどう見えるかどう感じるかっていうのが、まず大事だからゆっくり速くって言ってるんです。あれですね、このなんだ空手とかでもあるあるなんですけど、蹴った人が、そもそも蹴る気がなかった蹴りって、こっちからするとめちゃくちゃ怖いんですよ。その狙って蹴ってくれるやつは絶対わかるんで受けれるんですけど、その相手さえ狙ってないなんとなく流れで出ちゃったって蹴りってめちゃくちゃ受けにくくて、そんな感じってことですよね。そんな感じです。相手が気づけないというか、さすが分かりやすいですね説明が。そうですそうです。で素直に出てくるのでこれが少ないっていうのはメリットがありますし、そのまま推進力を使って当たるので、仮に自分からこう手を出さなくてもある程度の威力がそれで乗っかるので、さらにそれでつけばさらに威力が上がるんじゃないかっていうですね。そうですね、まだ独立してますねこの板だと思うでここら辺をつままれるんですけども、骨盤と上半身は一緒だと思ってください。ここら辺、ごめんなさい、ここら辺からつまんでいいですか。ここら辺からこのまま出してここら辺からちょっと触ってもらえますか。出だしが今こう入ってるんですね。でこれがここから上独立してるの分かります？こことここは一番板だと思ってこのままこう入ってるんですよ。こうじゃなくて、こう。これ絶対映像で分からないおいいですいいです。なんとなく分かりやすいというか、そのさっきよりはそうすると相手の一歩もちょっと遅れるんですよ。例えばちょっと構えてもらいますか。こうなったとしてこのまま相手にこう来るとするじゃないですか。この時にある程度の距離があったとして、でこうやって歩いてくると、線中線がこうずれてくるんで、動かれるんですけども、これずらさずにこうやって入ってくるんですよ。そうするとなんかちょっと圧迫感ないですか。全然違いますね。そうなんです。こうやって入ってくるんですよ。
そうするとなんかちょっと圧迫感ないですか？全然違いますね。はい。へえ。そうなんです。そうすると相手が後手に回る可能性がある。これごめんなさい、高月先生から今の近づき方をされると、は嫌な感じがしたんですか？やっぱ急に大きくなった。そのなんだろうな、その最初のやつは、はい自分の想像通りの大きさで近づいてくるけど、2回目のやつは急にでかくなったって感じです。それでもし気持ち悪い。剣持面白い。面白剣持ってたと仮に持ってたとしたら、こう歩いていくとずれてるので、だからこのまま入ってるんですか？これだけね、高月先生いろんな人と対峙しててね、はこう気持ち悪さを感じるような近づき方なんですね。そうですね。なんかどうだろう、1.23 倍の大きさに見える感じです。感覚としては。すごい。急にでかっ。嬉しい。そんな気持ち悪いんですね。やりにくいというか、なんか対比で見せてもらうとめっちゃ分かりやすかった。これも多分画面じゃ伝わりにくいんだろうな。多分これ伝わんのかなっていう。ただね、ただこう近づいてきてるようにしか見えない多分横から見たら分かんないかもしれない。いや、分かんないんでしょうね、きっとね。教えていただいてなんですけど、はい多分動画見ただけでできるようにならない気がする。もう一個じゃあいう時にこっち側に行こうとするとこの情報が相手に伝わって読まれるわけですよ、だから何やりたいかっていうといかに脳を騙すか、なので今回オンライン教室でお届けするのは高血が明かしたくなかったフルコン必勝技術です。この技術がなかったら僕が世界大会を連覇することはなかったと言ってもいい技術の一つで、蹴りを使えない人でも蹴りよりも遠い間合いで相手をコントロールできるようになる技術なので、蹴りが苦手な人やステップ技術が使えない人でも遠い間合いで戦えるようになるのでぜひ参加